こんにちは、ゆうかです。今私は石川県の白山市に来ています。さっき新幹線のグランクラスに乗って金沢駅に到着して、その後少し観光してたんですけど、今日は初めての石川旅だし、どこか面白い宿はないかなと思って探してたら、なんと日本で唯一ロンドンバスに泊まれるホテルを見つけちゃいました。最初写真見た時は本当にこんなところに泊まれるのってびっくりしたんですけど、早速チェックインしていきたいと思います。ロンドンバスに泊まろう泊まろう泊まろうロンドンバスに。ちなみに今は狛江古駅というところに来ています。ここは金沢駅からだいたい30分ぐらいで来れました。ここの狛江古駅から歩いて3分ぐらいのところにロンドンバスがあるそうです。楽しみ。ロンドンバスってどんなんだろうね。実際見たことはあるんですけど、日本にある想像ができないですね。とっても楽しみです。今のところ全然ロンドンバスがある気配がなくて、本当にあるのかな。綺麗な田舎っていう感じな街並みです。結構目立つんじゃない？こんなとこにあったら。ロンドンバス探そう探そう探そうロンドンバス探そう。いいですね。人が少ないから大声で歌っても誰にもバレない。歌い放題だ。すごい。じゃーん、ありました。ロンドンバスホテル。見てください。周りはこんな感じなのに一人だけめちゃくちゃ浮いてる。私より浮いてるかもしれない。ここの一角だけすごいイギリス感があります。やっぱり本家のロンドンバスは日本の夜行バスと比べてもすごく背が高いですね。こう見ると隣の家よりも高いぐらい背が大きいです。そして横にはお庭までついていて、イギリスの赤い電話ボックスまで置いてあります。これただの電話ボックスじゃなくて、実は中が受付になっているんですよ。早速受付に入ってみましょう。中はこんな感じになっているんですけど、ロンドンバスホテルはこれですね。これの番号を合わせて、この中にバスの鍵が入っています。それじゃあ早速中に入っていきたいと思います。オープン。じゃーん。中に入るとこんな感じです。おー、すごい。結構イギリス感がありますね。あ、そっか、イギリスだから左ハンドルじゃなくて右ハンドルなんですね。後でまたじっくり見ようと思います。ユニオンジャックだ。かわいい。そして中の方に入っていくとこんな感じで、すごいキッチンまでついてるよ。キッチンがあったり、こっちには食器セットがあります。この辺もまた後でじっくり見てみようかな。そして奥に進むと電子レンジと冷蔵庫も可愛いですね。水色で統一されてる。さらに奥に進むと、おー、すごい。一番奥まで進むとこんな感じになっています。わお、ファンタスティック。すいません、ブリティッシュ英語が出てしまいました。こんな感じで、もともとあったバスの座席は外されていて、こうやって取り替えられているのかな。ちょっとダイニングっぽい感じになっています。実際に座ってみるとこんな感じです。これはバスに揺られてるんじゃなくて自分が揺れているだけです。そして反対側にはテレビまでついていて、空気清浄機もついています。すごい。見てください。リアガラスにはちゃんとエアコンもついていて、そしてロンドンバスの装飾がたくさんされていて可愛らしいです。見て見て、 Wi-Fi まであるよ。親切。すごい、ロンドンバスの模型だ。実際の座席はこんな感じになっていますね。全然今止まっているバスと違う。キャンピングカーを広くした感じみたいですね。楽しい。楽しい。そしてバスの真ん中にある扉を開けてみると、じゃん。おー、
トイレになっていますね。かわいい。壁紙が面白いですね。ウォーリーを探せみたいになってる。すごい。洗面台はドラム缶になっていますね。面白いリメイクだ。じゃあ水出るかチェックしてみよう。お、バッチリです。ここのトイレの反対側についてる扉は何なんだろう。さすがにバスの中にバスルームがあるわけはないですよね。なんだろう。開けてみよう。シャワールームだ。すごい。しかも結構広くて清潔感もあって使いやすそうですね。ちゃんとシャンプー、リンス、ボディーソープまで用意されている。すごい。バスの中とは思えない。このバス素晴らしいですね。そしてこのバスはやっぱりロンドンバスなのでね、じゃん、しっかり階段もついているんですよ。ということは2階に上がれるということです。階段が結構急だな。登ってみましょう。すごいじゃーん。2階に上がったらこんな感じでめちゃくちゃ広い。すごくないですか？見て、めっちゃ広い。電気をつけてみたんですけど、伝わりますか？この広さ。ちょっと広さを体で表してみますね。せーのやばい、落ちる。うわ、めっちゃ広い。バスに住みたくなりました。これうちより広いな。しかもエアコンもついてるから涼しくてめちゃくちゃ快適なんですよ。1、2、3、4人で泊まれるみたいですね。私は1人なので今日は横になって寝ようかな。あとはアメニティまでついていました。これは大きいバスタオルと、あとは小さめのタオルと歯ブラシ。いや、これは快適すぎますね。余裕で住めそう。予約した時はこんなに広いと思わなかったです。びっくり。だって1階が生活できるスペースで2階がこうやって寝泊まりできるスペースっていうことですよね。めちゃくちゃ良くないですか？実質戸建てじゃん、これもう。実家に置きたいな、このバス。2階の前の方はこんな感じになっています。ここの2つの座席は多分リメイクされずに昔使っていたものがそのまま残っているのかな。実際に座ってみるとこんな感じで、シートの部分はこういう感じで結構ふかふかですね。座り心地がいいです。ここにバスストッピングってあるんですけど、ここの降車ボタンを押したら光るのかな。せーの、あれ、光んない。ダメか。1階に戻ってきました。それじゃあお待ちかねの運転席をじっくり見てみましょう。それじゃあ潜入。失礼します。すごい。ここに乗るとやっぱりバスの運転手の気分になりますね。ハンドル周りはこんな感じになっています。いや、難しくて全然わかんないですね。多分ドアって書いてあるからこれがドアの開閉かな。やっぱりバスのハンドル大きいな。これ回してるバスの運転手さんすごいですよね。これあれか。リバース、ニュートラル、ドライブ、2速1速、シフトレバーがこうやってボタンになっていますね。今は何も電気が通っていないのでこの辺は全然押し放題です。海外のものだけど意外と分かりそうな気もしてきますね。なんか運転できそう。私が運転席に座るとこんな感じです。このバスは石川発イギリス行きのバスです。途中海を通るので濡れる可能性があるのであらかじめご了承くださいませ。途中窓からは海中の景色もお楽しみいただけますが、決して窓は開けないようにお願いいたします。運賃は
815万ポンドになります。お持ちでない場合、途中海から放り出される可能性があるので、あらかじめご用意をお願いします。それでは素敵なロンドンバスの旅をお楽しみください。こんな感じです。逃げろ。ちょっと一旦寝心地チェック。まだ全然探検中なんですけどね。ちょっと試してみます。お、結構悪くないですね。なかなかいい。やばい、めっちゃ寝てました。今6時のチャイムが鳴ったんですけど、それで起こされました。起きたらお腹が空いたので夜ご飯を食べていきたいと思います。じゃーん、今日の夜ご飯はここにしました。8番ラーメン。メニューはこんな感じになっていて、味噌ラーメンと塩ラーメンと醤油ラーメンとバター風味があります。バター風味気になりますね。なんかさ、タッチパネルが日高屋と似てないですか？ピンク？そう、ここの8番ラーメンは創業昭和42年で石川県加賀市の国道8号線沿いに1号店を開業したそうです。なので8番ラーメンと名付けられているそうです。北陸を中心に100店舗以上展開している人気なチェーン店らしいんですけど、海外にも展開されてるらしいんですよ。タイとか中国にも店舗があるそうです。やっぱり人気メニューは野菜ラーメンらしいですね。野菜ラーメンにします。じゃーん、ラーメンが到着しました。私はバター風味にしました。見て、真ん中に8って載ってて可愛い。私8の数字大好きだから嬉しいですね。それとあと餃子セットにしました。12345、6個。よっしゃ。それじゃあいただきます。乾杯。いや、これは違うんですよ。最近パパクリッパが復活してからお酒を飲んでる回が減ったねって言われたので、今日は飲める日なので仕方なく飲みました。野菜たっぷりでラーメンなのに罪悪感が少なそうですね。いただきます。美味しい。美味しすぎる。なんでやろ。8番結構さっぱりとした味で食べやすいです。今日は新幹線の中で朝ごはんしか食べてなかったからめちゃくちゃお腹が空いていて、より美味しく感じますね。ここの8番ラーメン三河インター店はさっきの狛江港駅から2駅で来れました。 IR 石川線に乗って2駅で降りて、そこから30分ぐらい歩きました。めちゃくちゃ遠かったです。車だったらさっきのロンドンバスのところから9分ぐらいで来れるらしいんですけど、電車だと40分ぐらいかかりましたね。今回車で来るか新幹線で来るかすごい悩んだんですけど、でも新幹線輝き乗ったことないなって思って今回は新幹線を選んだんですよ。でもパパクリッパ置いてきたのちょっと罪悪感、絶対悲しんでますよね。連れてこようかな。ここから東京って車だと何時間かかるんだろう。5、6時間、6時間ぐらいか。意外と近い。最近ちょっと長距離運転しすぎているせいでバグってるのかもしれないんですけど、6時間なら1日の4分の1の時間で来れるのか。いや、意外といけそうだな。餃子も美味しい。肉汁たっぷりで中もすごい美味しい。
やっぱラーメンって久しぶりに食べるとめちゃくちゃ美味しいですね。2日ぶりに食べました。やばい、このバターラーメンうますぎる。待って、バターも飲みたいしビールも飲みたい。どっちにしよう。やばい、バタバタしちゃった。美味しかった。ごちそうさまでした。めちゃくちゃ美味しすぎて全部完食しちゃいました。なんでやろ。8番。ラーメン食べてロンドンバスに戻ってきました。めちゃくちゃ美味しかったな。8番ラーメン地元にも欲しいな。やっぱラーメン食べた後はこれですよね。じゃん、夜食タイム。やっぱ旅先の宿で食べる夜食が一番美味しいんですよ。それじゃあ乾杯。いや、これは違うんですよ。イギリスのバスだからってイキりすぎました。今日はロング缶買っちゃいました。それじゃあここのバスホテルについてちょっと紹介してみようかな。ここは1泊11,200円で予約が取れて、Airb というサイトから予約しました。ここのホテルはイギリスから直輸入したロンドンバスを改装して快適に泊まれるようにした日本初で唯一のロンドンバスホテルだそうです。さっきも説明したんですけど、中にはエアコン、トイレ、洗面台、シャワー、テレビとか泊まるのに必要な装備を完備していて、バスの前には電話ボックスも置いてあって、すごくイギリスの雰囲気を楽しめるホテルになっています。実は私前にロンドンに行ったことがあるんですけど、その時に本物のロンドンバスにも乗ったことがあるんですけど、このバスも実際にロンドンは走っていたそうなんですよね。でも私が乗った時よりも結構型が古いような感じがして、昔の車種なのかな。今回石川旅をしようって決めてからいろんな宿とか結構探してたんですけど、温泉宿だったりとか安めの宿だったりとかいろいろ見てたんですけど、このロンドンバスがすごい気になっちゃって、でしかも値段も11,200円ってこの体験ができるにしては割とリーズナブルじゃないですか。なのでここに決めちゃいました。さっきオーナーさんがここのバスにわざわざ来てくれて挨拶しに来てくれたんですよ。何かあったらすぐ呼んでくださいねって言ってくれたんですけど、全然なんかあった場合じゃないんですけど、すごいいろいろ聞きたかったんですよね。どうやってこのバスをロンドンから持ってきたのかなとか、なんでここをホテルにしようと思ったのかなとか聞きたかったんですけど、さすがに聞けなかったです。私こういうタイプのホテルだとトレーラーハウスとか、あと路線バスホテルとかも泊まったことあるんですけど、結構こういう面白い宿に吸い込まれちゃうんですよね。泊まるだけで面白いっていいですよね。なんか思い返した時に、石川でここ行ったなとかすごく思い出に残るからめっちゃ好きなんですよね。せっかくだからテレビもつけてみようかな。これ映るかな。すごい、普通にちゃんとテレビ見れますね。びっくりした多少カクついたりするのかなって思ったんですけど、画質もめちゃくちゃ綺麗。すごい。来る時に通ったんですけど、ここのすぐカーテンを開けると外は道路になってるんですよ。車通りも少ないってわけじゃないんですけど、でも音は全然気にならなくて、結構静かで居心地がいいんですよね。ここ本当にいいなと思ってさっきちょっと調べてみたんですけど、
このバスの値段はこのくらいの状態だと一番安くても1500万円くらいらしくて、私は家賃を浮かそうとしただけだったのに1500万終わりました。いやでもこのバスもロンドン走った後に老後はこうして日本に来てホテルになるなんて思ってなかったよな。お疲れ。それじゃあそろそろ時間も遅くなってきたので、私もお風呂に入ってこようと思います。あ、そう、さっき知ったんですけど、このウォーリーを探せってイギリス発祥だったらしいんですよ。ちょっとこのウォーリーを見つけてからお風呂に入ろうかな。やばい、朝になりそうだな。それじゃあお風呂に行ってきます。バイバーイ。お風呂から上がって少し編集してました。さすがにもう眠いのでそろそろ寝たいと思います。それじゃあおやすみなさい。おはようございます。朝起きてお風呂に入ってメイクまでできました。いや、ここすごく広くてエアコンも効いててとても快適でぐっすり眠れました。朝少し散歩してたんですけど、ここを横切った車がわざわざ U ターンして戻ってきて、このロンドンバスの写真を撮りに来ていて、やっぱり珍しいんだなって思いました。ということで朝ごはんを作りに行きたいと思います。よいしょ。見てください。今日はとっても天気がいいです。外の景色はこんな感じ。やっぱあそこの電話ボックスがいいですよね。日本の公衆電話とはまた違うデザインで可愛らしい。それでは久しぶりのゆうかずキッチン。今日の朝ごはんはフレンチトーストとワッフルにしました。イギリスっぽい朝ごはんってなんだろうと思っていろいろ考えてみたんですけど、こっちはフレンチトーストでフレンチだし、こっちはベルギーワッフルでベルギーだし、ギリギリイギリスじゃないでもちょっとイギリスっぽくないですか？と待っている間にケトルでお湯を沸かします。お茶はね、このアールグレイ&オレンジティー買ってみました。なんか調べてみたらイギリスは紅茶を飲むらしいので紅茶にしました。ちょっと待ちます。ちょっと待ちます。ちょっとお、温まった。できた。これに最後トッピングをします。じゃーん、ロースハムこれちぎる意味あるかな。よし、 OK。 それじゃあいただきます。フレンチトーストは甘くてハムはしょっぱくて、なんかちょうどいいバランスですね。でもやっぱりバスの中だけあって結構天井が低いんですよ。昨日から生活してて、ここの天井っていうか特にこの手すりにめちゃくちゃ頭を打って20回ぐらいは打ちました。頭へこんでるかも。あともう10センチぐらい高かったらね打たないんですけど、ギリギリ頭がついちゃって
そこだけね少し不便というか痛かったです。そうシャワーの水圧もね普通にお湯が使えてちゃんと洗えたのでとても良かったです。やっぱりバスの中だから少し弱かったりするのかなって思ったんですけど、全然そんなこともなくて普通に強くて良かったです。あと洗面台にウォーリーを探せの壁紙があったじゃないですか。あれ絶対チェックアウトする前にウォーリー探すぞって思ってたんですけど、すごい張り切ってたけど思いのほかすぐ見つかってしまってちょっと空回りしましたね。イギリスでさこのセット食べたら結構金額いきそうですよね。私が前にイギリス旅行行った時はポンドがめちゃくちゃ高くて、ドルよりもポンドの方が高くて結構ね大変だったんですよ。だからその時に多分このセット食べてたら5000円ぐらいはいくんじゃないかなって思って、でも私今日食べてるのは500円ぐらいで買えたのでめちゃくちゃお得ですよね。やっぱ日本でロンドンバスに乗りながらこうやって朝ごはん食べるのが一番いいですね。前にイギリスに行った時にバッキンガム宮殿っていうとこに行ったんですけど、そこの道中でリスがいたんですよ。でおじさんがどんぐりをリスにあげてていいなと思って羨ましそうに見てたら、どんぐりをお裾分けしてもらって私も手からどんぐりをリスにあげたんですよ。めっちゃ可愛かった。でもおじさんのどんぐり奪いすぎてちょっと欲張りすぎたな。ごちそうさまでした。そろそろチェックアウトの時間になるので片付けしていきたいと思います。ご乗車いただきありがとうございました。まもなくロンドンに着きます。皆様、有価バスをお楽しみいただけたでしょうか。またのご利用お待ちしております。降車になる際なんですけど、お客様の中にまだ運賃をお支払いでない方がいます。必ずお支払いしてから降車になられるようお願いいたします。ということで石川県にあるロンドンバスホテルに宿泊してみました。いやとっても楽しかったです。私はこういう面白いホテルに泊まったりするのが好きなので、冒険心のある人はこういうのとってもおすすめだなって思いました。1階が住めるスペースになっていて、2階が泊まれるスペースになっていて、巨大なキャンピングカーに泊まっている気分でとっても面白かったです。2階のベッドがもうすごく広すぎて、私の中ではそれがもう最高すぎました。寝返り10回くらい打てそうでしたね。また機会があったら泊まりに行きたいなって思います。ということで今日も見てくれてありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録と高評価とコメント待ってます。それじゃあバイバーイ。